まずですね、今回震災後に、どういった経緯というか形で石巻に入られたかを最初に。そうですね。4月のちょうど最初1日か2日だったと思いますけど、東北道が開設したのもあって、福島の様子も一つ気になってたのもあるんですけども、僕自体はちょっと石巻と気仙沼っていうのは子供の頃に割とよく来てた場所で、親戚といいますか遠い親戚なんですが、いたこともあってですね、その風景がちょっと覚えてたっていうのもあって、それで石巻気仙沼に行ってみたかった、どういう状態になっているのか。実際には親戚を探すってほどではないんですけども、そういう契機でまずは行って、そこで山形で、活動しているうちのメンバーでもあるその押切玉木と合流してですね、できることが少しでもないかという話になってですね。で押切玉木の方はもう本格的にボランティアの組織を作ってやり始めて、でうちのメンバーが、その時に4月の頭から、最初の立ち上げの時に、何週間かまずいて、で随時交代したりとかしながら一緒にやってきたということですね。それで今回、テントで公演をするということで、そうやろうというふうな、になるその思いみたいなのはちょっとお聞かせいただければ。そうですね、やっぱり手伝っていろいろやっているんですけども、今年、秋にその自分たちの芝居を東京でやるもともとは予定だったんですね。ただその今回の震災があって以降はやはりちょっとその自分の脳の構造も考え方というか芝居に対する考え方みたいなものをね、少し、それで変わったというよりは変えないといけないんじゃないかというか、というよりはちょっとしたそういうひょっとすると強迫神経症的なオブセッションもあったり、僕は東京にいているわけですけども、やはりその放射能問題もとかいろいろあってですね、どうも自分の居場所居心地の悪さといいますか、どうやって考えていったらいいのかっていうことについてやっぱ結論がなかなか出ないという、まさに芝居っていうのはそういうことを考える場ではあるんですけども、今までのやっぱりやってきた芝居の方法論だけではちょっとそういう広場を作れないような考える広場といいますか、僕は反省の形式なんていうかっこいいことを言ってたんですけども、そういう広場みたいなもの、そういうみんなが一緒に入れる場みたいなものが、テント芝居だというのが一つありますけども、それをもうちょっと考え抜かないといけないんじゃないかなっていうのが一つあってですね、それとやっぱりボランティアに来るとやっぱりお年寄りの方も多いし、そういう方と実は僕はもう40年近くテント芝居やってるんですけど、やっぱり大都市が中心で、やっぱり最初のうちは割と田舎といいますか都市じゃないところでもやってたんですけども、だんだんやっぱり都市の演劇、テント演劇というのはある意味で都市の演劇になってたんですけど、もう一度そのおじいちゃんおばあちゃんに出会ったこともあったし、彼らの英知といいますか知恵といいますかね、いうものがやっぱり田舎の方がちゃんと活発にあってですね、今度の震災の最中でもやっぱりそのおじいちゃんおばあちゃんの知恵みたいなものがやっぱり発揮されてる部分も復旧していくためにはね、やっぱりそういう知恵ですよね、そういうもの
こを持ってる人たちに本当に喜んでもらったことがあるのかなっていうのがちょっと疑問になったのもあってね、やっぱりその半端ななんかこうテント芝居っていうアングラ性みたいなアンダーグラウンドって僕らは内村ではアンダーグラウンドって全然思ってこなかったんですが、やはり都市に対する一つの以下というみたいなものとして存在して、それももう死滅してみたいな中で、僕自体も1999年ぐらいからはもう台湾とか北京とか韓国とかでの活動の方が多くなって、活動といいますか、そこでいろんな人たちと会って、僕にとっては異文化なんですけども、そこの人たちとこう一緒にやっていくっていうことと、そこで出会う観客っていうのがやはり非常に面白かったわけですけども、じゃあ日本に戻ってきてまた都市だけで、東京だけでやってる芝居ってのはどうもしっくりこなかったっていう長い期間があります。で今回は契機に、その一つはやっぱりおじいちゃんおばあちゃんたち、おじいちゃんおばあちゃんだけじゃないですが、それの下の世代の人ももちろんなんですけども、そういうことを引き継いでる知恵みたいなものを引き継いで生活っていうか暮らしっていうか、あるいはその自分ら生きる場みたいなものをね、やっぱり作ってる人たちにひょっとしてその喜んでもらう、あるいはこう交流できるかどうか、そういう広場がひょっとして作れるかどうかみたいなのが、これは芝居をやってる側の勝手なものいいですけども、こっち側から言えば一つはそれをやらさせてもらいたいっていうことと、もう一つはやっぱりもう心を砕いて粉にして、やっぱりおじいちゃんおばあちゃん、被災された方、亡くなられた方を持たれてる方、あるいはここにまだ埋まってるたくさんの遺体に少しでもこうなんて言いますかね、その可能性と言いますか、過去の可能性、過去はもうすでにそういう状態なんですけども、もうちょっと違う可能性みたいなものを見つけるようなことをこう感じてもらったりとかいう、そういう少しは寄与できる、あるいはそういう広場を作ろうと努力しているこっちに対して少し感じてもらえることがあるんじゃないかというようなことですね。本日1回目の福引きです。福井家バカリクな差し引きかけ引きいらないよ、おし引き損引きお帰りよ、借金棒引きありがとう。福井家バカリクな私あんたに福引き、ここは技の福引きや、福しかいかない福引きや。さあ旅の方、こちらに座って回してください。わしがですか？わしがです。さああんたは小栗と言いますよ。小栗？あんた福引き屋のビキさんでしょ。どうして知ってるの？日和見の塔の上に登って一体何を見ていたんですか？それとも何かを待っていた？なんか腐りたくなって、ここしかねえんだから、わしらにはここしかねえ、強くねえんだからそんなにしねえでも何も言えなかった。いや反対になんか文句言えって誰かに睨まれてるみてえで仕組んでしまって、油汗ばっかり出てきて。春駒でも歌えばよかったね。春駒？ほら春駒っていうのはさ、これからの1年間に呪いをかける歌だろ。何が何でもめでたくなるんだっていう呪いさ。呪いをかけるの？歌を歌っている時がすでに未来で、それからの1年間にある労働とその繁栄は定められた出来事だっていう歌だ。1年かけて1年前に歌った祝いの歌にたどり着くわけだ。新年のお祝いの歌っていうのはみんなそうだよ。だったら今が年の初めだと思えばいい。わしらはいつも新年だから。ではお元気で。もう大栗さんはどちらも
京が楽、一応石巻で楽、でこれがまた東京、横浜、ある種の都市にまた、戻るというか、反ヤポニアというのが出るわけですけれども、それがなんかその東京と横浜では別の思いがあるのか、それとも一貫した思いみたいなのがあるのか。そうですね、やはり区分けとしては福島を挟んで、やはりこちらの方々はやっぱり福島のことはあまり口にされないし、やっぱり自分らの今生きる場をどうやって取り戻すかというか、いうことですし、今度の台風でもまた被害が出たりして、まあとにかく生きることっていうか、暮らしていくことが戦いであるっていう、暮らしを作ることが戦いであるっていうことがありますけども、やっぱりその東京に戻るとですね、目に見えないものと戦わざるを得なくなりますから、そうするとそのコンセプトの戦いみたいなのも出てくるわけですよね。だからやっぱりちょっと若干ニュアンスが福島を挟んで違ってるんじゃないか、であるいは福島の人たちはその両方を今抱えて一番の得にならない状態を持っているわけですね。だからもともとはやはりその北京で、ピーツンっていう日雇い労働者の町でこの間何度か2回ぐらいやってるんですけども、そのことはもちろん僕たちが昔その関わってた寄せ場といいますか、山谷とか、釜ヶ崎とかその寿町とかですね、そこの人たち、それからその仲間たちとかいうその広場にももちろん直結してしまうんですけども、そういうことやって中国の農民工の人たちの感じみたいなものと、この前寿町に行って久しぶりにそのやっぱりすごい似てるところもあって、でまあですから今度は一つはやっぱり寿町が一つの思いはありますと同時に、やっぱり東京のお客さんも僕たちは長いことやってきてるし、ずっと見てくれてる方もいらっしゃってですね、でその人たち自分らは今どういうふうにやってんのかということを、まあそういう人たちに見ていただきたいということもあって、東京の夢の島と、それから吉祥寺の井の頭公園ですね、もうこれも同じスタイルでその日に建てて、まあ1日2日のところもあるんですが、ですぐバラすというね、こうそのスタイルはそのままでやりたいと。だから大型の東京に向けて大きな芝居を作るっていうことでは全然なくてですね、やっぱりこの何とも頼りない情けないこうテントみたいなものをまあ東京に持ち帰りたい。ただこの芝居自体がまあ被災地で作らせてもらったというか、こっちに来てからいろんな状況を見ながら作ったり言葉を選んだりとかですね、したものですから、多少そこら辺を伝え方が変わるかもしれませんけど、基本的にはまあこの芝居を東京の人たち、まあ東京で見てくれる既得な方たちと一緒に分け合いたいみたいなことは考えてます。ありがとうございます。はい。